OpenAI のディープリサーチっていうのは後の方でして、もともとGoogle ジェミニの 1.5 プロかなのディープリサーチっていうサービスが、言ってもないようななんか会社の CTO をやってましたよねみたいな。ところが、パープレクシティ AI 社のサービスから切り替えて、今回は DeepSeek R1 を使って調べ物をしてくれ。その手順通りに Make.com でやろうとするとうまくいかないんですよね。はい、こんにちは、ニレコムです。いやー、どうしようかなってすごい悩んでるんですけれども、何かというと、OpenAI 社のディープリサーチっていうサービスが出たと思うんですけど、あれを使うために月額$300、課金するかどうしようかっていうのを、最近まで非常に悩んでました。ディープリサーチっていうのは、複数のウェブサイトを順番にこう探していって、何かこう調べてほしいものに対して、ほぼなんかこう論文みたいなこう長い、非常に文字通りディープな、リサーチをしたこう結果をですね、返してくれるっていうものでして、通常のですね、例えば OpenAI の今だと O3 ミニとか O3 ミニハイとかが公に使えるサービスとしては最上位になりますけれども、それでも検索するっていうボタンを押せば、実際のネット上に探しに行って、最新の情報をもとに調べてほしいことに対して答えを返してくれるはくれるんですけれども、やっぱりね、深さが足りないっていうか、いろんなこう複数のサービスを見て答えがたくさんあるようなものですね。ある領域に対してなんかこう当てはまるこう会社名であったりとか、製品のこうリストを出して、それをこうメリデメをこう比較してとか、そういう質問ですよね。をやってもらおうとすると、やっぱりもっとたくさん調べてよっていうニーズが出てきますと。で、そこでディープリサーチっていうサービスを使うといいよっていうことなんですけれども、何もですね、オープン AI に限った話じゃなくて、最近、大きく言うと AI エージェントって呼ばれている、自分で自立してある質問に対して、いろいろこう深掘りして、調べてくれたり、何か一連の動作をしたりするっていう機能が、いろいろ各社からリリースされていて、今年はですね、やっぱりこうAI サービスのこう主戦場は AI エージェントになるだろうと言われてますと。で、調べ物系で言うと、実は OpenAI のディープリサーチっていうのは2番手 ?3 番手結構ね、後の方でして、もともとGoogle ジェミニの1.5プロかなのディープリサーチっていうサービスがもともと Google からは出てました。で、これもですね、質問をすると、まず、なんかこういう方針でお調べしてよいですかって自分でこうプロンプトを上げて、なんか調査方針みたいなものを出してきてくれて、その進め方でいいよっていうふうに答えると、複数のウェブサイトを調べてきて、結構調査時間はかかるんですけれども、結果をレポートにして返してくれるというものなんですね。最初すごいなって思ったんですけれども、どうもね、なんか評判があんまり芳しくない。なんか使い物になるねっていう評判はあんまりなくてですね、実は私もそう思ってるんですけれども、OpenAI のディープリサーチはどうもね、一味違うらしいっていう、というのでですね、ここ数日、いや、そろそろ$300課金した方がいいのかって悩んだ挙句、結論から言うとまだ課金はしておりません。なぜなら、プロじゃなくても、プラスっていう今私が課金している月額$30のサービスがあるんですけれども、それ向けにですね、このディープリサーチが、1ヶ月かぐらいすると使えるようになるという噂があってですね、一旦それ待ってから、なんか使い倒すようだったら、いよいよ$300腹決めて課金するでもいいのかなっていう気がしています。で、この OpenAI のディープリサーチっていうサービスなんですけれども、結構ですね、網羅的にいろんな根拠っていうか、いろんなこうウェブサイトをこう探してきてくれるらしくて、SNS に
ポストされているものも含めて見てくれると。かなり網羅的に、総合的に調べてくれるっていうので、実際に見かける記事としては、自分の名前を入れて誰それについて調べて、エゴサーチをですね、した記事っていうのを時々見かけます。私もですね、自分でエゴサーチね、たまにするんですけれども、これをですね、オープン AI でやってもいいんですけれども、私の場合、前にお伝えしたこの Google Pixel 9 Pro を購入した時の特典として、Gemini Advanced っていうサービスが6ヶ月使えるよっていう特典がついてきたので、Gemini でもともとサービスされていた Gemini 1.5 ディープリサーチですね。これを試してみようと思いました。日本語版で正式にサービスが始まったのは最近っていう風に報道されてるんですけれども、実際にはですね、AI スタジオっていう、一種のなんかこれから出そうとしている新しい Google の AI サービスのなんかショーケースみたいな場所があるんですけれども、そこではですね、ディープリサーチだいぶ前から使えていたんですね。時々調べ物には使ってたんですけど、改めてエゴサーチをしてみましたと。その結果をですね、いくつかちょっとスクリーンショットで撮ってあるので、画面ここに貼りましょうかね。こちらに実際結果を貼ってお見せしたいんですけれども、あらかじめですね、ニレ秀明について調べてってやると、なんか正解率がですね、あんまり高くないんですね。私が所属していた会社について、単語としては、パーツとしては合ってるんですけど、在職年数がそんなに正しくなかったりですね、しますと。例えばね。あと、言ってもないようななんか会社の CTO をやってましたよね、みたいな。確かに、私はチーフテクノロジーオフィサーといって技術総責任者のポジションにいたことはあるんですけれども、実際と違う会社の名前が出てきちゃってですね、どこそれみたいな。実際に検索、その企業名を入れて、ニレっていう人がもしかして同性の人ぐらいは在職してんのかなと思ったんですけど、そういうわけでもないらしいんですよね。一体何を根拠にそのようなレポートを出してきたのと思って調べてみるんですけれども、例えばですね、ウォンテッドリーを見てるらしいんですね。ウォンテッドリーって割とエンジニアが転職するときに使うサイトなんですけれども、私はどっちかっていうと、エンジニアを採用するためにですね、自分の経歴、今在職している会社はここだよって載せて、で、プロフィールに載せて、見ていただくために情報を載っけてるんですけれども、なんかね、そこ完全にアップデートしてなかったせいもあるんでしょうけど、いや、でもね、そのウォンテッドリーに書いてある情報をロジカルに考えても在職年数が計算合わないじゃんみたいな。ということで、あまりですね、ジェミニ1.5のディープリサーチでのエゴサーチの結果ってあんまり芳しくないなっていうところでした。そもそも、ジェミニのバージョンですね。AI のバージョンって1.5プロといって、そのディープリサーチに使われているものと、今最新は2.0っていうのがあるんですけれども、1.5プロっていうのが体感的にオープン AI で言うと、チャット GPT の 4O ぐらいですかね。1.5プロはもう一個前の世代なんですね。で、ディープリサーチの2.0でやってくれるサービスっていうのはまだなくてですね。残念ながらエンジンが古いまんま深掘りするために、やっぱりロジカルに正しくない答えが返ってきちゃったりすると。プラスですね、Google のやっぱりジェミニのサービスに期待することって検索がやっぱり強いイメージがあるじゃないですか。ところが、あんまりですね、探してくれないんですよね。ウォンテッドリーとか、私が Google クラウド Next 東京っていうイベントで一回登壇してお話ししたことがあるんですけれども、その時の記事とか、割と限られた情報源から探してきてる感じがして、実際にはですね、例えばお話ししてるような、この YouTube の
動画とかもかなりの本数、もう200本以上上げてると思うので、なんならここでなんか私の別の顔って言いますか、このチャンネルではあんまりその仕事したことはあんまり話題にはしてないんで、なんかこう別の、例えばスキューバダイビングとかドローン飛ばすとか、そういう話が出てきても、エゴサーチのこうまとめっていうんだったら出てきてもおかしくないんですけれども、一切ですね、趣味の話が出てこなくて、どういう会社にいて、まあ、ジョブタイトルが何々で、みたいな話しか出てきませんでした。その辺ですね、SNS もどうも、オープン AI のディープリサーチだったらしっかり見てもらえるらしいので、ぜひやってみたいなとは思うんですけれども、いやー、300ドルも使ってまでっていうのは正直あります。まあそういう意味だと別にチャット GPT のね、4O でもそれは一緒なんで、いろいろ含めて、ジェミニ版のディープリサーチは、もう一つね、なんか、使おうという気にどうもならなかったんですよね。調べ物系でそれ以外の使い方で言うと、私が結構 AI によく聞くのは、例えば動画編集ソフトのダヴィンチリゾルブで結構凝ったことをやりたいと。前よりはできるだけこう充実した動画を皆さんにこうお届けしようと思って、毎回ですね、ちょっとずつこう凝ってるんですよね。この間アップした恵比寿サーキットでのドリフトタクシーっていう、こう、ドリフトする車に実際乗ってみて、その試乗体験のこう動画みたいなのを載せたんですけれども、他の車とのこう位置関係をなんとなく図示しようとして、アイコンをこう画面の上にこう並べてですね、こうなんか車のアイコンが実際の走行に合わせてこう移動するみたいなのをこうやろうとしてたんですけど、例えばそういうなんかこうキーフレームを打って移動させるみたいなのって、具体的にどうするんだっけっていうのも、一番最初は AI に質問してました。実際に私が一番よく使うのは、やっぱりパープレクシティ AI っていう、また別の AI サービスなんですけれども、これは、ですね、前もお伝えした通りで、ソフトバンクの携帯か、Y モバイルの携帯を使っていると、1年間は無料で使うことができるんですね。これを使って、だいたい調べ物ってやってますと。パープレクシティ AI 自体は、一応自社のやつは何かこう持ってそうなんですけれども、これの特徴としては、例えば、今回はオープン AI の、例えば O3 ミニかな ?O3 ミニでこう調べてみてとか、クロードソネット3.5で調べてとか、他社の AI サービスのこう API 経由でですね、使うエンジンをこう切り替えながらこう切り替えながら調べ物をするっていうことができるんですね。っていうのが、まあ、特徴で、どっちかっていうと、その検索エンジンそのものに力を入れてるっていうよりは、他の他社の AI のサービスの API をうまく使って、その結果をマッシュアップ、結果をこううまく取り込んできて、で、ちゃんと根拠をつけて調べた結果を表示してくれるみたいな、なんかそこに結構力を入れてる、調べ物に特化してるのがパープレクシティ AI なんですけれども、チャット GPT の O3 ミニとか O3 ミニハイっていうサービスが新しく出ましたので、これもですね、まあいいニュースとしては、ちゃんと検索するっていうボタンをオンにすると、最先端の AI エンジンなんだけど、ちゃんと調べ物付きで結果を返してきてくれると。最近は調べ物だとなんかこの2つを多用してますね。パープレクシティ AI か、チャット GPT の O3 ミニハイですね。で、検索付きで調べてますと。さらに最近は、パープレクシティ AI の、その、選択できる AI サービスの選択肢の中に、ディープシークですね。結構話題になってる中国製の AI エンジンですね。ディープシーク R1 をパープレクシティから使うことができるというようになっていて、ここですね、ディープシーク R1 は、なんか頭の良さっていうか、やっぱり推論をサポートしていて、チャット GPT のまあ、大案とほぼ同等かなっていうふうにこう言われているサービスなんですけれども、最初のうち私もですね、なんか最初の1週間ぐらいは物珍しくて、ディープシーク社の
サイトに行って、調べ物を何かこうプロンプトを打ってみて、その結果と、例えばチャット GPT-O1 ですね、に入れた結果とこう見比べて、なんかだんだん遜色なくなってきたな、すごいなって思ってたんですけれども、直接ディープシーク社のサイトに、質問を投げちゃうと、その個人情報の扱いが、ちょっと、ユーザーポリシーを見てると、少しね、なんかこう、懸念されるところがあって、情報の扱い的に心配する声がありますと。ところが、パープレクシティ AI 社のサービスから切り替えて、今回は DeepSeek R1 を使って調べ物をしてくれっていうモードがサポートされたので、これ使えばですね、ディープシーク社の方に直接聞きに行くんじゃなくて、どうもパープレクシティ自体がオープンソースなんでディープシーク R1 って、そのコードを自社の方に持ってきて、自社で米国内でホストして、その結果を返してくれるらしいので、その個人情報の扱いとかっていう意味だと、もう一段ですね、なんていうか、センシティブさがなくなるっていうか、その心配事がこう一つ減るというかですね、っていうことができますと。実際ですね、パープレクシティプラスディープシーク R1 結構実は私使ってましてですね、ただし、あんまり心配なんで、あんまり個人的なことは、センシティブなことは質問に入れないようにしてるっていうか、そういう時は、別のこう AI エンジンに切り替えるとか、オープン AI の O1 に聞くとかするようにしてるんですけれども、でもね、なんか一般的な、普通にこうネットを探せば答えが転がってるようなダヴィンチリゾルブの使い方とかっていう質問だったら、実はね、なんかディープシーク頭いいじゃんっていうふうに思っていてですね、なんとなく O1 同等か、ちょっと劣後した O1 ぐらいかなっていう感覚があって、割とね、でも調べ物だったらこれで十分というかですね、あんまりこうハルシネーションをこう起こしにくいパープレクシティみたいな、ちゃんと推論して答えを返してくれるエンジンっていう感じがします。あとですね、調べ物系で言うと、ダヴィンチリゾルブ以外で私が最近ハマっているのが、make.com っていうノーコード開発のためのサイト、サービスなんですけれども、これはですね、何かのこう作業を自動化して、いろんなこう API 経由で、クラウド上の SaaS とこう連携をして、何かのこう操作をする。例えば、Google カレンダーに新しい予約が、新しい行事が、新しいこうイベントが1個入ったら、それをキーに、例えば Notion にメモ書きを1個追加してとかね、そういう複数のこうサービスを渡り歩いて、こう自動連携して何かやってくれる系のサービスがメイクです。メイク以外だと、ザピアーっていう同様のこうサービスがあって、どっちかっていうと、そっちの方がノーコード開発、こう作業自動化ツールっていう意味だとメジャーで有名は有名なんですね。ただ、私の場合ってこう新しいもの好きっていうか変わり者好きなので、メジャーなザピアを避けてメイクドットコムで、やろうとしてることがあるんですけれども、端的に言うと、ノーションで書き溜めたメモ書きを自動的になんかこうスキャンして何かするようなこう自動作業ですよね。自動的な作業ですよね。をやろうとしてるんですけれども、で、それをどうやったらいいのかっていうのを、いろんな AI エンジンに聞いてみましたと。パープレクシティのそのディープシーク R1 にも聞いてみたし、やっぱり時節柄といいますか、オープン AI の O3 ミニや O3 ミニハイにも同じことをこう聞いてみてるんですね。ところがですね、やっぱりディープシークも O3 ミニハイも推論してくれるっていう意味だと、割とこう深く考えたアルゴリズムをこう考えるとか手順を考えるっていう意味だと結構強そうだし、特にチャット GPT の O3 ミニシリーズの場合、コード開発であったりとかには結構強いと言われてるんですね。実際にネット界隈というか YouTube 動画とか見ると、例えばこうブロック崩しを
作ってみたいなのが、プロンプトで投げたら一発でできましたみたいな動画も結構見るんですけど、私の場合はその make.com でこうある手順で記事を全部こうスキャンして該当するものを取り出してみたいなことをやりたいんだけど、どうしたらいいですかって聞くんですけど、なんとですね、答え返ってきて、その手順通りに make.com でやろうとするとうまくいかないんですよね。メイク上に、例えば Notion だとこういう操作ができますよっていう、こう、モジュールが複数あるんですけど、モジュールのリスト全部見ても、ありえないモジュールを使って何かやれみたいな、こうやると記事が全部探せますよみたいな答えが O3 右ハイから返ってくるんですけれども、そんなモジュールないじゃんっていうのが2回ぐらい続いてですね、実はミレコも個人的にはですね、O3 右範囲に対する、なんか、信頼を結構ですね、失っているというかですね、ちょっとですね、ハルシネーション多いじゃんっていうふうに思い始めてます。せっかく O3 ミニシリーズ、まだその無印の O3 は出てないですよね。O3 ミニシリーズで AI のエンジンとしては最新で深く考えることができるようになってるはずで、かつネットにもこう調べに行って検索した最新の結果を元に推論してくれるはずなんですけれども、実際には嘘ばっかりじゃんっていうもうなんかありえないモジュールを答えてくるじゃんっていうので、大丈夫かなと思っていて、わかんないんですけど、そんなにコーディングで O3 ミニハイを使い倒したわけではないんですけれども、もう最初からある程度こう答えが見えてるようなやつは正確な結果が返ってくるんですけれども、make.com のようにそもそもネット上にドキュメント類やコード類があんまりこう転がってない母集団がちょっと少ないやつになると、やっぱりね、ハルシネーションを起こしちゃうっていうか、なんか怪しげな結果を、こういかにもそんなオブジェクトが実在するんですっていうかのように、なんか誤解するような答えが返ってきちゃうんですよね。会社の中で聞いてみても、O3 ミニ、はい、使ってますかっていうこと聞くんですけれども、まあ、使っちゃいるけど、みたいな反応が結構あってですね、エンジニアばっかりがあれ使ってるわけではないので、例えばこう、何かこう、長文レポートをこう作らなきゃいけないとか、なんかそういう用途に使ってるケースもあるので、そういう時はどっちかっていうと、O1 の方が、まだ成績としては良かったりしますと。O3 右ハイは、STEM 分野 STEM、サイエンス、テクノロジー、エンジニアリング、マスマティックスっていうことで、まあなんか科学技術計算分野ですよね。に対して強いと言われてるんですけど、そしたらノーコード開発のサイトの操作手順とかね、実際のこうコードの書き方とか、なんかすごい精度高くやってくれそうなんですけど、結果がなんかいまいちだったんで、これはやっぱり O3 が出てくるのを降臨するのを待つしかないのかっていうふうに思い始めてます。はい。ということでですね、AI2 月号ということで、今日はですね、こう調べ物に使えそうなディープリサーチ系のサービスと、新しく出てきたパープレクシティ AI プラスディープシークと、あと O3 ミニハイですね、と、まあいろいろこう比較して、いろんなこう調べ物作業に使ってますよっていうお話をお伝えしました。まあなんかね、ディープリサーチの話するんだったら、月額$300使って、ちゃんとプロサービスサブスクライブしてからやれよっていうふうになんかお叱りの声をいただきそうですけれども、もし私がメディア系だったりとか、こうコンサル系の仕事がメインだったら、あれは非常にいいものだというかですね、調べる時間がこう大幅に短縮されて、精度も高いって言われてるんで、いいかもしれないんですけど、私の使い方だと、ちょっと合わないというか、エンジニアリング的にちょっとやりたいこと、自動化したいものがあるとか、あと自分でこう書き溜めたメモに対して何かこう AI 的に何か質問をしたら返してくれるとかね、ノーション AI とかがそれですけれども、なんかそういう使い方の方が多かったりする。あと、長文を
例えばまとめて、その中からエッセンスだけ取り出してとか、ある質問を長文のドキュメントを読んだ前提で、すると、ピンポイントで調べたいことに対して答えが返ってくると、そういうなんかこう、ラグ的な RAG、ラグ的なこう使い方が多かったりするので、まあそういう意味だとね、まあプロはまだ後でいいのかなと思ってます。まあつれづれなるままにお伝えしてきましたけれども、いかがだったでしょうか。面白かったらいいね評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。ミルコムでした。